こんにちは。感覚の野生化チャンネルのゆきです。今日も感覚のまま感じるままにお話をしていきます。さて、夏至天を迎えましたね。今日6月21日の11時42分。私はその時間瞑想していたんですよ。で、こうやってふわーって私が瞑想するときはここの第三の目に意識を置いてふわーってしてるんですけど、その時に意識っていう言葉が私の中になんか降りてきて、なんでだって意識しないように無意識になるために瞑想してるのに意識って入ってきて、だからこれ今日の動画で喋らなきゃいけないことなのかなって思ったので、今急いで撮影を始めています。皆さんね、この今日夏至天、夏至を迎えたわけですけど、なんかちょっと普段の自分と違うなみたいなのなかったですか？最近私はね、すごい感じるところがあって、なんかちょっと感情が触れやすいみたいな状態だったんですよ。私は基本的にさざ波メンタルみたいなのを保っているタイプなんですけど、昨日なんか特にデトックスが起きちゃって、でそれっていうのが過去に抱えていた、過去にあった出来事をずっと長く抱えていて、そのことをファッて思い出してファーってデトックスが起きて、でその話は私のインスタグラムの方に昨日投稿してあるので、概要欄に投稿に飛べるリンクを貼っておきますので、ぜひ読んでください。でなんだろうな、この感情の振れ幅が多いというか、普段よりも人の言葉とか、音とか表情とか、なんかそういうところに惑わされる、振り回されるみたいな感覚、ここ最近ね強まったなって感じた人いないですかね。でこれってきっと夏至っていうものもあると思うんですけど、私たちって普段から意識のこのフェーズみたいなものをね揺らいでるんですよ。ゆらゆらと意識にはフェーズがあるので、そこの間をふわふわしてる状態なんですね。でそのフェーズについて私は今日ね解説していこうかなと思っています。私の体験ベースで話していこうと思いますが、ただこのことについて世界中でいろんな方が研究しているんですね。例えばイタリアのアニル・セスさんっていう人が統合情報理論っていうのを研究していて、この方はね、意識の量を定量化する理論を研究している人なんですよ。すごく面白いんですけど、どれだけの情報が統合されているかで意識がどれぐらいある状態かっていうのを数字的に測る方法があって、それをやってる方なんですね。なので、統合とかワンネスとかね、分かりやすい言葉で言うとそういうところをやってる方がいたりとか、他にもいろいろな方がこういう意識の研究をしていて、でその人によって4段階あるよとか3段階6段階とかって提唱はね様々なんですけど、私は個人的に6段階で考えるのが結構好きで、なので今日はその意識のレベルの状態、どこのステージにどこのフェーズに自分がいるのかっていうのをね分かりやすく絵に描いてきました。分かりやすいかどうか分からないけど、その絵を用いて話していこうと思っています。でなぜ絵にしてきたかっていうと、私個人的にビジョンが見える方が分かりやすいんですね。言葉で説明されるよりもそこに絵があってビジュアルで見えた方が、なので意識の見える化みたいな感じですね。今その絵を出しますので、絵を用いて今から説明をしていきます。今気づいたんですけど、私今日ちょっと早口ですね。これも夏至のせいということにしておきましょう。私の中の意識の状態って絵にするとこんな感じなんです。この絵は私自身が今まで感じてきたこととか乗り越えてきたことをベースに描いているので、皆さんの中にもなんかリンクするものがあったらいいなって思ってます。で今自分の意識はこの丸の中のどこの状態にあるのかなっていうのを考えながら聞いてもらえると、自分の在り方ってここの状態が心地いいんだなとかっていうのが見えてくるので、ここにしよう、ここがいいなっていうのが分かってくると思いますので、ぜひ最後までご覧になっていってください。では早速説明していきます。まず最初のこちらのフェーズ、逃げるウサギのステージと私は個人的に呼んでいます。反応しやすい状態の意識ですね。この段階の意識っていうのは生存本能とか恐怖心っていうものに支配されていて、いわばサバイバルモードみたいな感じで、生まれたての赤ちゃんって何でも反応するじゃないですか。なんかそんな感じですね。この野原で音がパーンってなっただけでうさちゃんがビクってする感じで、常に外側からの刺激に対して反射的に反応してしまうみたいな状態です。
私も昔はね SNS のコメントとか人の目をね必要以上にビクビクっと気にしていた時期があって、でいいね数で一喜一憂したりとか、閲覧数が気になって毎分のように数字を確認しては落ち込んだり浮かれたりとかしていました。でこのフェーズにいる時ってどの自分が本当の自分なのか分かんなくなっちゃうんですよね。人からの評価ベースで動いちゃうから。で脳みそと体が分離してるみたいな感覚を味わいやすいです。で、刺激、外からの刺激に支配されて自分という軸が見えにくくなってるみたいな段階がこの逃げるうさちゃんのステージですね。で次のフェーズがこちら感情のフェーズなんですけど、騒ぐ猿のステージと私は呼んでます。このステージでは承認欲求が強くなったりとか、感情の波に飲まれやすくなってます。高揚感を求めて、それが行き過ぎると寂しさが急に襲ってきたりとかで、またなんか高揚感を求めて何かで埋めたくなるみたいなのを繰り返しがちになります。で私もこのフェーズに自分が入ってる時は人からどう見られるかなっていうのを常に気にして、例えば嫌なこと人から言われるじゃないですか。でもその場で反応できないんですよ。嫌われたくないから。で後からなんかもやっちゃって感情を長く引きずっちゃったりとかすることってないですか？私は結構ねこのフェーズに自分がいる時はそうなっちゃってました。でアドレナリンが出ている時の一時的なやる気とか高揚感っていうところに頼りすぎちゃうと自分をどっかで見失ってしまうんですよね。で五感も乱れちゃうから外側からの刺激に反応するばかりみたいな感じになってしまう、そういう騒ぐ猿のステージです。でその後が今度は思考のフェーズに入っていきます。考えるフクロウのステージと私は呼んでいます。ここはね一見するととっても大人びたステージのような感じがするんですよ。なぜかというと理性とか論理とか計画性みたいなものを重視して何でも考えてきちんとしようとするから、なんか真面目なね、とても真面目な方がここのフェーズに入りやすいかなって思います。私もね真面目な性格ではあるので、学生時代とか OL の時っていうのはまさにこれでした。努力と根性があれば何でもできるって、なんかそんな言ってた人いたな。猪木か。できるってずれちゃった。願いは苦しんでこそ叶うとかそう思ってたから、どっかで頑張りすぎちゃって息切れしちゃうんですよね。で感情とかね、自分の体の声っていうところよりも正しさとか計画とかそういうのをね優先するっていう状態です。もちろんこれが悪いことってわけじゃないんですよ。私もあの頃があったから今があるとは思ってるけど、ただここに長く居すぎてしまうと自分の本音とか感覚っていう体の声とかそういうのが聞こえなくなってっちゃうんですよね。ちょっと危険な考えるフクロウのフェーズです。そして次のフェーズが目覚めた狼のステージと私は呼んでいます。内省する意識状態ですね。この状態では自己との対話が始まるんです。すごく大切な段階で、あれ私なんかまた同じこと繰り返してるなとか、今私イライラしてるなっていう、そういう自分の内側の状態に気づきを向けられるようになってきます。外部刺激から反応してしまうみたいな自分が減っていって、少し立ち止まって俯瞰して選択ができるようになるようなフェーズです。私の場合はこのステージにいる時はね、セルフコーチングを始めたぐらいの時期にぴったり重なってました。日々内省を繰り返して、あ、私今こう感じてるんだっていうのをちゃんと自己対話できるようになるような時期です。ただこのフェーズでもまだ観察している自分と観察されている自分っていう2人の自分がいるような状態なんですね。分離してるなーみたいな感覚は少し残っているし、それを自分でも自分の潜在意識の部分のどっかで感じているので、本当の意味での改革覚醒っていうのができたわけではない。たださっきのフクロウから狼のステージに移り変わるっていうのはとっても大きな転換点になるっていう時期です。そして次のフェーズ、こっから世界がガラッと変わり始めるっていうところです。羽化した蝶のステージと私は呼んでます。流れに委ねるみたいな時ですね。そういう意識状態です。
私が何かを頑張ったから達成したっていうよりは、自然の流れに、宇宙の流れに乗っかっているようなイメージになってきます。直感とかインスピレーションとかを信じられるようになって、力まずに願いが叶っていくっていうのを体感できるような意識状態、これが蝶々のステージですね。私の場合は岡山の寒原神社というところに導かれるように参拝しに行ったことがあって、でその時に感じた感覚とか、その後不思議なタイミングで引っ越しが決まったりとか、素敵な出会いがあったりとか、なんか流れに乗ってるなっていう感覚を初めて感じたのが寒原神社に参拝した後ぐらいでした。流れに乗っかってるっていう感覚は、なんか軽やかで、でもしっかりと大地とつながってる、地に足はついてるけどふわーっとしてるみたいな状態、これが浮かした蝶のステージですね。こういう感覚味わったことありますかね。なんかシンクロだなとか、なんか楽しく生きてたら願い叶っちゃったとか、そういうのを感じてる人がいたら、その時に自分が存在していた意識状態っていうのが浮かした蝶のステージだったっていう可能性が高いですね。そして最後のステージ、ここはもうね、私っていう感覚そのものが変容していく段階です。竜になるステージ、唯一無二の自由を手に入れるっていうステージになってきます。ここのフェーズに入っている時っていうのが、時間や空間が曖昧になっていって、今ここにただあるみたいな感覚になるんですよ。私もね、一度数年前ですけど、ある日突然視界がパーって明るくなった瞬間が感じられたんです。それは先ほどの蝶々のステージでもお話しした寒原神社に行った時なんですけど、境内の中でふと吹いてきた風とともにふわーって、ありがとう、感謝、愛とか、そういうものを超えた何かを感じたんですよ。どれかといえば愛に近い感覚ですね。でその時に、願いを叶えることそのものが目的じゃないなって気づいたんです。今私がここにある、いる、存在することっていうのが、そのこと自体がすでに完璧で完全で、何かを達成したから幸せなんじゃなくて、ただあるっていうこと自体がおめでとうなんだなって思ったんです。これ自体が祝福。竜になるって力強さだけじゃなくて、静かな流れの中でただあるっていうことなんだなーって腑に落ちた瞬間がありました。それが竜になるステージ、唯一無二の究極の自由のステージです。と、ここまでが感覚の目覚め、意識の6つのフェーズについてのお話でした。どうでしょう皆さん、今自分はどこのフェーズにいるかなって、猿かな、フクロウかな、ウサちゃんかなとか、そういうの考えながら見ることできましたか？で、次に考えてほしいのが、自分はどこのフェーズにいた時がこれまでの人生心地よかったなとか、このフェーズに行ったら楽しいだろうなとか、そういうのをね、考えてみるのも楽しいですよ。で、意識の旅っていうのは固定ではないですから、こうどんどんね、そのふわふわゆらゆらっとこの6つのフェーズの中を揺らぎながら人生進んでいくものですから、だから今私がうさちゃん状態だから良くないとか、そういうことは考えないで大丈夫です。たとえあなたが今どのステージにいようとも、あなたの存在そのものに価値があるっていうところだけはずっと忘れずにいてください。で、毎晩寝る前に今日の私はどのフェーズだったかなとかっていうのをちょっと考えてみると、自分の意識にね、心地いい意識状態に持っていく手助けにもなるので、ぜひやってみてください。そう、今ふと思い出したんですけど、私最近国際宇宙センターの希望っていう衛星の観測をしているんですね。で、だけど未だに一度も見れてなくて、その話を先日友達にしたんですよ。で、希望が見えないんだよねって口に出したんですけど、それ言った瞬間に、そんなことない。いつか絶対見えるって思ったんです。これもすごい小さなことではあるんですけど、意識ってそういう風に小さな変化でふっと切り替わる時ってあるんです。なので皆さんもこう自分がちょっとした瞬間とかに、今これ感じてるとかっていうね、自分の感覚、意識に目を向けてみると、
それが次のステージへの入り口になったりするので、ぜひね、考えてみてください。そして復習したい時はいつでもこの動画に戻ってきてください。これからもね、一緒に野生の勘を取り戻す旅を続けていきましょう。いつもありがとうございます。そして今日もありがとうございました。ぜひね、いいなと思ったらいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。またねー。